こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は自分の心の内を覗いてみよう。意外と面白い発見がある。というタイトルでお話しします。幽体離脱をするように自分から少し離れた位置に行き、自分の心の内を覗いてみましょう。意外にも楽しい発見ができるものです。今回の話はちょっと離れたところから自分自身を見つめることの勧めについてです。なぜこれを勧めるのでしょうか。その理由は自分の心の中では私たちの想像以上に面白いことが起きているからです。離れた場所から自分自身を観察すれば、今まで見えなかったことも見えてくることがあるからです。詳しく解説していきます。私たちの心の中にはいろいろな自分たちが存在します。一般的には私は一人の人間だから自分一人しかいないはずだと思いがちです。しかし誰の心の中にも複数の自分が同時に存在しています。興味深いのは自分の中に住む自分たちが同じようには考えないことです。個別の人間のように全く異なる意見を持っています。お互い相反することを考えて、自分自身を混乱させることでさえあります。自分の心の内には一体どんな自分たちが住んでいるのでしょうか。一人目は子供のような甘えん坊の自分です。二人目は意地の悪い大人の自分です。三人目はずるいことをしたいと思っている自分です。四人目は心が健全な成熟した自分です。一人の人間なのに、心の内には全く異なる性質の自分たちがいます。その時々で彼らの力関係がどんどん変わっていって、自分の中で様々な相反する矛盾した気持ちが生まれます。ある時には子供のような甘えん坊の自分が活発に活動しています。そんな時には心が健全な成熟した自分は昼寝をしていたりします。また別の時にはずる賢い自分と成熟した自分とが喧嘩をしていて、どちらが勝つ様子もなくどっこいどっこいです。全体としての自分はどうしていいのかわからず迷ってしまうことも多々あります。仕事中にミスしたり、大きな失敗をやらかしたとき、活発に動き出すのは子供のような甘えん坊の自分です。どうしよう、こんなことをしてしまった、怖いなぁ、と小さな子供が怯えて泣いています。そんな場面に登場するのが、意地の悪い大人の自分です。子供が犯した失敗を非難して責め立てます。またミスしたのか。何度言ったらわかるんだ。お前はどうしようもないやつだな。とミスした自分を責めて自分を追い込むような態度です。こう言われれば子供のような甘えん坊の自分はとても辛くなってさらに涙が出てきます。僕はどうしたらいいんだろうかと途方に暮れてしまうんです。そんな時に突然姿を現すのがずる賢い自分です。この自分は考えられる悪知恵をたくさん提供してくれます。まあそんなにがっかりするなよ。お酒をたくさん飲んで忘れてしまえばいいよ。とか、ミスなんて隠してしまえばわからないさ。その書類をシュレッダーにかけてしまえばなどと不適切な対処方法をアドバイスしてきます。一見どうにかなりそうな提案です。しかし、この自分の言うことに従えば、物事は余計複雑化して、結局は
問題がさらに悪化するだけです。これら3人の自分たちがああだこうだと言っているときにスーパーヒーローがやってきます。そのスーパーヒーローは心が健全な成熟した自分です。彼が最初にするのは傷ついた甘えん坊の自分に優しく問いかけることです。どうしたの？一体何があったの？と聞いてくれます。甘えん坊の自分がやらかしたミスや今の気持ちを正直に話せば、そうだったのか、辛かったね、と責めることなく共感してくれます。そしてこのように言います。まあ、その点は良くなかったけれど、冷静に考えてごらん。うまくいったことだってあるじゃないか。今回の失敗だって良い学びになったでしょう。だから気を落とさないで、と他の自分たちが思いもつかないような前向きの発言をしてくれます。そして必要があれば、どうすれば問題解決できるか、どう考えれば心が楽になるのか、優しいカウンセラーのように教えてくれるんです。心が健全な成熟した自分は、ずる賢いことを考える自分とは違って、建設的、生産的で役立つアドバイスをしてくれます。この人の言うことに従えば、自分は良い方向へ導かれます。今までに一貫性のない自分に嫌気がさしたことはないでしょうか？矛盾した考えが自分の中にあって、辻褄が合わなくてしっくりこない気持ちになったことはないでしょうか？実はこれは多くの人たちが普通に経験することです。一人の人間の中にもこんなにも異なる性質の自分たちが住んでいるので、一貫性がなく矛盾した自分であっても全く不思議ではありません。自分の中に相反する気持ちが生まれても罪悪感を抱く必要などないんです。一貫しない自分を責めることはせずに、その代わりに自分の心の内を覗いてみるといいです。自分自身から少し身を引いて離れた位置から心の中を観察してみることです。全く違う考えをする自分たちがそれぞれの言い分を言っています。時には争っていることもあります。そんな自分たちの話に耳を傾けてみるととても興味深いです。相反する考え方をする自分たちが面白いと感じるだけでなく、今まで見えなかったものも見えてくるでしょう。その理由は今までよりもより広い視野で客観的に見ているからです。具体的に自分から少し離れてみるということはどんなことでしょうか？それは自分の感情の波に飲み込まれることなく、自分自身をクールな目で見つめることです。例えば怒っている時には、ああ、自分は今怒ってるんだ、と冷静に自分の状態がわかることです。激しい怒りの感情の中に自分自身が溺れていない状態です。怒っていることは変わりなくても、その怒りに自分自身が支配されてはいません。嬉しい時にも喜びの感情にどっぷりと浸かるのではなく、少し冷めた感じで、ああ、私は今喜びを感じているんだと自覚できることです。自分の内から湧き上がる自然な感情は否定しません。悔しい時には悔しい気持ち。怒りで腹立たしい時には腹立たしい気持ち。イライラが募る時にはイライラとした気持ち。緊張している時には緊張した気持ち。嬉しい時には嬉しい気持ち。ワクワクした時にはワクワクの気持ち。ポジティブ感情もネガティブ感情も感じるままそのままでいいです。ただその感情にどっぷりと浸かりすぎて自分自身を見失わないことです。ちょっと離れた位置から自分自身を観察しているから、
自分の内で起きていることでも、そのことで頭がいっぱいにはなりません。ちょっとだけでも余裕があって、今自分はこんな感じだと冷めた目で自分を見ることができます。こういう状態にいるときには自分自身のことだけではなく、周囲で何が起きているのか見ることも可能です。例えを使って説明すれば、富士山を登山していると仮定しましょう。登山中は富士山の中にいるから、足元に落ちている葉っぱや地面の様子など近くを見ることは可能です。頭の上で鳥が飛んでいれば、その鳥を見れるし、自然の中にいる虫たちを観察することもできます。しかし、山の中に入っていると、富士山の周辺を見るのは不可能です。周りに湖があること、近くに娯楽施設があることも全くわかりません。でももしヘリコプターに乗って富士山の山頂よりも高いところに行ければ、今まで見ていたものとは違うものが視界に入ってきます。山から少しだけでも離れれば山全体が見えます。今までは山の中にいても山の一部だけしか見えませんでした。でも空の上に行き、ちょっと離れた場所から山を観察すれば、山全体の姿や山の周辺にある湖も見えます。自分自身を離れた位置から眺めることはこれと似ています。今までは自分の中で起きていることで一生懸命であり、周辺で起きている他のことには気づけませんでした。でも意識して自分から少し身を引いて自分自身を観察してみれば、自分の内には全く異なる考えをする自分たちがいて、それぞれ違ったことを言っているとわかります。彼らの言うことを冷静に聞くことも可能です。このような状態は広い視野で客観的に観察しているということです。そうすることでどんな利点があるのでしょうか。クールな目で冷静に自分を見れるようになれば、自分が下す判断もより良いものになる可能性が高いです。一時的な感情で決めた愚かな決断を防げたり、その場しのぎの解決方法を取ることも避けられます。こうしたら長期的にはどうなるのかが見えやすくなるからです。より広い視点で、より長いスパンで自分の利益になるための選択が可能になります。賢い選択ができるようになるということです。人の心は複雑でいろいろな心の側面があります。自分自身を少し離れた場所から観察できれば、自分の内にいる異なる性質の自分たちに気づけるでしょう。自分の心がざわついてきたら、自分の中にいるどんな自分が今活発に行動しているのか確認するといいです。子供のような甘えん坊の自分なのか、意地の悪い大人の自分が自分自身を責め立てているのか、ずるいことを考えている自分がパワーアップしているのか、それとも心が健全な成熟した自分がエネルギーを強めているのか。何らかの問題が起きたとき、頭の中は混乱状態で良くない方向へ進みそうになることもあります。そんな時には自分から身を引いてクールな目で自分の内にいる自分たちを観察してみることです。いろいろな違ったことを考える自分たちがいても、それは普通であり悪いことではありません。彼らの意見をきちんと聞いてあげましょう。その後でどうすれば長期的により良い結果につながるのかを考えるといいです。最終的には心が健全な成熟した自分にリードしてもらって、
自分自身をより良い方向へ導くことが望ましいです。ということで、今回は自分の心の内を覗いてみよう。意外と面白い発見があるというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。